56日間なのだ。56日間、石油を運ぶタンカーがホルムズ海峡を通れていないのだ。同じ週に、日本の金利が31年ぶりの最高水準に上がった。パリでは日本文化が熱狂の的になっている。そしてアフリカでは民主主義が後退している。バラバラに見える4つのニュースは、実は日本の未来を問う同じシグナルなのだ。56日でタンカーが、金利も最高水準。この4つって別々の話じゃなくて、繋がってるんですか？繋がっているのだ。1週間の世界の動きを見ると、日本が今後どう生き残るかという問いが浮かぶのだ。金利、安全保障、文化戦略、国際秩序、全部が日本の選択肢を迫ってくるのだ。最後まで見ると、なぜこれらが同じシグナルなのかわかるのだ。まず金利の話なのだ。日本銀行が政策金利を 0.25% から 0.50% に引き上げたのだ。31年ぶりの高さなのだ。0.25% って思うかもしれないけど、これは日本にとって劇的な変化なのだ。0.25% から 0.50% って感覚的に2倍ですけど、実際どのくらい影響があるんですか？変動金利の住宅ローンを3000万円借りている人の場合、月々の返済が3100円増えるという試算があるのだ。3100円。大したことないな、と思うかもしれないけど、これはまだ序章なのだ。金利はさらに上がる可能性がある。年末までに 1.0% に達するという予測もあるのだ。その時点では月9000円返済が、めるのだ。月9000円。年間で10万円以上ですか？子育て世代は本当に大変ですね。でも、なぜ今、銀行が金利を上げるんですか？イラン問題と関係あるんですか？そこなのだ。イラン情勢の悪化が日本の家計に直結する理由を説明するのだ。イランとアメリカの緊張が高まると、中東のタンカーがホルムズ海峡を通るリスクが増すのだ。すると石油の価格が上がるのだ。原油が高くなると、ガソリンだけでなく、プラスチック製品から食材の流通まで、全部が値上げがあるのだ。インフレが進むと、中央銀行は金利を上げて対抗するのだ。つまり、中東の紛争、原油高、インフレ、金利上昇、あなたの住宅ローン増という鎖が完成するのだ。あ、たった一つの紛争が日本人の毎月の支払いに影響するんですね。でも、中東をコントロールできないなら、日本ってどうしようもないじゃないですか。その通り。だからこそ日本は自分たちの力で何ができるかという別の戦略を同時に進めているのだ。それが文化戦略なのだ。つまり相撲なのだ。パリの某文化施設で相撲の大会が開催されたのだ。そしたら予想を上回る観客が集まったのだ。相撲？フランス人がなぜ？って感じかもしれないけど、ヨーロッパでは東アジアの伝統文化への敵が爆発的に高まっているのだ。日本はソフトパワー戦略としてこの流れを国家的に後押ししているのだ。相撲がソフトパワー戦略？つまり日本文化を広げることで国際的な影響力を持とうということですか？でも、それで本当に経済に影響するんですか？インパクトがでかいのだ。ソフトパワーというのは軍事力や経済力に頼らずに相手を引きつける力なのだ。日本の場合、アニメ、ファッション、食文化、武道、こういった日本らしさが海外で好まれれば自動的に日本への好感度が上がるのだ。好感度が上がると、例えば日本製品がもっと売れたり、日本への投資が増えたり、国際的な立場が強くなったりするのだ。特に今、アメリカが内向的になりかけているから、日本はアメリカ以外の国との結びつきを強化する必要があるのだ。文化で引きつけることはその最良の方法なのだ。あ、つまりアメリカ頼みを少しずつ減らしていくってことなんですね。でも、そのアメリカの話が3本目のニュースとつながるんですか？そう。米国の核戦略シフトが日本の未来を揺さぶっているのだ。ワシントンポストの衝撃報道によると、アメリカの核政策決定者たちが日本と韓国は核武装すべきではないかと議論を始めたのだ。今更って感じかもしれないけど、この議論の背景にはアメリカがもう世界の警察はできないという定感があるのだ。日本と韓国が核武装ですか？でも私たちって核兵器を持つこともできないし、持つべきじゃないって思ってました。いつから話が変わったんですか？
戦後日本は米国の核の傘に守られているという構図で成り立ってきたのだ。日本は核武装しない代わりに、アメリカがもし誰かが日本に攻撃してきたらアメリカを核で報復すると約束してくれているのだ。これが拡大抑止というやつなのだ。でも今それが揺らぎ始めているのだ。なぜならアメリカが本当に日本のために核戦争に突入するかという確実性がなくなってきたからなのだ。だから米国の一部は日本と韓国も自分たちで核を持つべきと言い始めたのだ。つまり日本はアメリカに守られる受動的な立場から自分たちで防衛を担う能動的な立場へ転換を迫られているのだ。つまり、アメリカが、君たちのことはもう守りきれないって言ってるみたいなもんですね。めちゃくちゃ不安になるんですけど。実は、その不安感を世界中が抱いているのだ。だから4本目のニュースにつながるのだ。リビアなのだ。アフリカの民主主義が崩壊しかけている。リビアは北アフリカの国なのだ。2011年にカダフィ独裁体制が倒れて、民主化への期待が高まったのだ。でも、その後15年間、内戦が続いているのだ。そして先月、2月の統一選挙で国を再統一するという和平合意ができたのだ。希望の光が差したと思われたのだ。でも、その合意が一瞬で瓦解してしまったのだ。東側の勢力が選挙には応じないと宣言した。なぜなのか、それは選挙をすると自分たちの権力が失われるという恐怖からなのだ。15年間内戦が続いてて、やっと和平合意ができたのに、それも崩れちゃう？本当に絶望的ですね。でも、日本と何の関係があるんですか？アフリカの内戦って。紛争を止められない国際社会の現実が日本の安全保障に直結するからなのだ。リビアの和平合意が崩れるのは背景に外部大国の利害対立があるからなのだ。ロシア、トルコ、アメリカ、アラブ首長国連邦、みんながリビアの資源と地政学的立場を支配したいと考えているのだ。だから紛争の終わらせ方に合意できないのだ。つまり国際秩序が弱体化しているという証拠なのだ。イラン問題やイスラエルとパレスチナ比、北朝鮮も同じ。日本が周辺地域の安定に頼っているわけにはいかなく、自分たちの力を扱わなければいけない時代が来ているのだ。あ、だから最初の金利と中東がつながってたという話が、国際秩序が壊れると日本は自分で自分を守るためにスキルを上げなきゃいけなくなるんですね。その通りなのだ。1週間で見えてきたのは、日本が過去の安全保障モデルから卒業する時代が来たということなのだ。金利上昇で家計は上を上を探り、アメリカの過根性は下がる、中東の紛争はやまれるし、こういった状況下で日本が生き残るためには何が必要か。それは文化力、自前の防衛力、多角的な国際関係なのだ。つまりね、1週間を通して見えてくるのは、日本の選択肢が4つに分岐しているということなのだ。1、金利に耐えられる経済体質を作る。2、核に頼らない防衛力を自前で持つ。3、文化を国の経。3に育てる。4、多角的な同盟を結ぶ。これらを同時に進めないと、日本は2030年に大きく取り残される可能性があるのだ。でも、それは日本だけじゃなくて、世界中の国が同じ課題に直面してるってことですよね。アメリカも、ヨーロッパも、アジアも。その通りなのだ。だから来週は、その、世界がどう分岐するか、という視点で、アメリカの政策変化とアジア情勢の関連性を掘るのだ。金利と地政学が本当につながってる様子を、もっと詳しく見るのだ。今日が、問題提起。なら、来週は、解読、なのだ。チャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。